リモートだなんだって、結局は自分の足で現場見たこともねえ、ど素人の怠け者だろうが。最前線で汗水垂らす俺たちの方が、よっぽどものを知ってる。現場第一主義者のおじは、リモートワーカーの俺に向かって怒鳴り散らした。周囲に止められるものの、意固地になったおじは引っ込みがつかないのか、暴言をやめようとはしなかった。俺も周囲も、おじの気が済むのを待つしかないように思われたが、その時、まさかの事態が発生した。それにより、本当にすまなかった。頑固なおじは俺への態度を改め、謝罪することになったのだった。俺の名前は田中航。大手企業のプロジェクトマネージャーで、主に機械設計を担当している。以前は俺も毎朝、通勤電車に揺られながら会社へと出勤していた。だが、ここ3年ほどは世界的に流行している感染症の影響で、業務は完全にリモートワークへの切り替えを余儀なくされた。もちろん現場には赴けず、画面を通してのやり取りや図面相手にひたすら試行錯誤する日々。だが、設計者としての自負、そして何より事故がなく、安全で信頼される機械作りのため、自身が携わる機械の構造を俺は全て熟知している。ただ、やはり基本的にデスクワーク中心で、なおかつ会社や現場に足を向けずに仕事をするリモートという業務形態は、一定年齢以上の人間にとって、どことなくうさんくさく映ってしまうのだろう。例えば、俺がお昼に散歩へ出ると、時々近所のお年寄りからは、じろじろと探るような視線を受けたりする。どうやら、俺が実家でのうのうとニート暮らしをしていると思われているらしい。かといって、一人一人に説明して回ることもできず、まあ、それも仕方ないのかもしれないと、俺はあまり気にしないことにしている。あら、渡くん、元気そうで何より。おばさんも、ご家族も皆さんお元気そうですね。俺の家は本家であるため、昔から親戚が集まる機会も多かった。ここ数年は感染症の影響でそういうこともめっきり減ってしまっていたが、今年は世の中の流れに鑑み、足を運べそうな者たちで久しぶりに集まろうかという話になったようだ。父は7人兄弟の次男である。本当ならば父の兄。俺から見たら、おじがこの家の跡取りであるのだが、おじは自身の両親と反りが合わず、早々に実家を出て行ってしまったため、俺の父が後を取ったのだった。親戚一同が揃うと、それはなかなかに大変だ。何せ7人兄弟、さらにはその家族までもが一斉に集まるのだから、賑やかなことこの上ない。今日は仕事にならないかもな、と俺は内心苦笑いしながら、昼食時に階下へと降り、みんなと挨拶を交わしていた。渡るおじちゃん、キャッチボールしよう。あら、ダメよ。渡るおじちゃんは私とご本を読むの。ちびっ子たちからの可愛い要求に挟まれ困っていると、兄たちとは随分年の離れた一番下の妹であるおばが笑って助け舟を出してくれる。こら、渡るおじちゃんはお仕事中なのよ。邪魔しちゃダメ。そうなの？でも、お家にいるのに？不思議そうに首をかしげるおいに、俺は微笑んでうなずいた。リモートワークって言ってね、家にいても会社に行っているのと同じように仕事ができるんだ。私知ってる。お友達のお父さんもそうだって言ってた。ほら、二人とも、分かったらおとなしくあちらで遊んできなさい。渡るくんもごめんなさいね。私たちがうるさくしちゃって。仕事あるんでしょ？ここはいいから戻りなさいよ。おばの気遣いに俺は甘えさせてもらうことにした。それではすみませんが、自分は仕事に戻ります。まあ、リモートワークなので戻ると言っても2階なのですが。俺のその言葉にその場の何人かが通勤時間20秒だな、などと言いながら笑ってうなずく。だが、そんな和やかな雰囲気を破るように、兄弟の長男であるおじがふんと不満そうに鼻を鳴らした。は、リモートワークだと？この家はいつからそんな極つぶしを置いてやってるんだ？おじは昔からとにかく頑固だったようで、未だに前時代的な考え方に固執している嫌いがある。リモートやデスクワークに対しても、現場で仕事をしない人間は
楽をしている怠け者だと思っているようだった。その分、一貫した現場主義で仕事に対しての情熱は俺も密かに尊敬している。兄貴、渡はちゃんと仕事をしているよ。今日だって午前の仕事をわざわざ切り上げてここに顔を出しているだけで。うるせえ。そうやってお前が甘やかすから、こういう親のすねかじりが堂々とのさばっちまうんじゃねえか。父がやんわりとフォローに入ってくれるものの、おじは傍から聞く耳を持とうとしない。とうとう見かねたおばやおじが一番上の兄を叱りつける。兄さん、もう休みだからって昼間っからお酒飲みすぎ。そうだよ兄貴。ほら、水飲んで水。言いながらみんながその隙に戻りなさいと俺に合図をしてくれた。俺は小さく頭を下げ、2階の自室へと静かに引き上げる。そして午後からの仕事の準備をしながら、はぁとため息をついた。おじの言いたいことはわからないでもない。根っからの現場主義のおじからしたら、リモートやデスクワークを行う俺のような輩は、苦労知らずのくせに何かと現場に口を出す厄介なアマちゃんにしか見えないのだろう。それはある程度仕方がないことだと思うけれど、それでもあの頑固さだけはどうにかならないだろうか。少しだけ重い気分を引きずりながらも、俺は今日もリモートワークに励むのだった。そんな親戚の集まりから2週間ほどが経ったある日、俺は自分が設計した機械の試験を行っている下請け会社へ視察に出向いた。昨年の夏頃からはこうして現場へと直接赴くことも徐々に増えていっている。もともと俺は現場の活気を感じるのが好きなのだ。これから先もゆっくりでいいからこうした機会が増えていけばいいなと思いつつ、案内役の課長についていろいろと見て回っていたその時だった。あれ、おじさん？渡るか？なんでお前がここに？休憩中とおもしき作業服姿の男性たちが集まる一角で、俺は予想外の人物と鉢合わせる。俺を案内していた課長が驚いた様子でこちらを見やり、やがて特進が言ったような口調で言った。もしかして弊社の田中とはご親戚ですか？名字も同じですし。ええ、そうです。自分の父の兄です。俺はそううなずく。おじが製造系の工場に勤めていることは知っていたが、まさかこんな近くで働いていたとは。だが、俺のことをごくつぶしとまで言っていたおじは、そのいかめしい顔をさらにしかめて俺を睨み、大股で近づいてきた。何しに来たんだ？あんまり暇なもんだから、遊びがてら工場見学でも来たのか？いや、俺は。ここはお前のような暇人が来るところなんかじゃねえ。仕事の邪魔すんな。帰れ。おじの怒鳴り声があたりに響く。この工場が地域住人との触れ合いの一環として、主に学生たちやその親に向けて工場見学を実施しているのは俺も知っていた。どうやらおじは俺が暇を持て余して悠々と遊びに来たとでも勘違いしたらしい。俺が説明する暇も与えず、おじはまくし立てた。ちょっと田中くん、何を言っているんだ。こちらの田中さんは本社の方だよ。ほら、ちょうど試験中の機械を設計されている。というか君、田中さんのおじなんだろ？知らなかったのかい？俺が何か言う前に案内をしてくれていた課長が焦った様子でそう言った。その説明におじは驚いたように目を見張る。だが、その直後にはむっつりと口の端を歪め、さらに怒鳴り散らした。何が本社の人間だ。リモートだなんだって、結局は自分の足で現場見たこともねえ、ど素人の怠け者だろうが。それなのに、あれがダメ、これがダメって余計な口ばかり挟みやがって。確かに俺たちは現場に何かと口を出すことも多い。そのせいで振り回される現場の苦労をこれまでおじは嫌ほど背負ってきたのだろう。いいか、自分の手を汚したこともないお前らなんかより、最前線で汗水垂らす俺たちの方がよっぽどものを知っている。ど素人が我が物顔で出しゃばるんじゃねえよ。わかったか？おじは意固地になっているのか、引っ込みがつかなくなった様子で言い募る。おい、田中くん。その暴言にさすがに課長が血相を変えた。その瞬間だった。ドーンと腹の底に響くような爆発音があたりにこだました。
続いて、まずい、爆発だという作業員たちの声。瞬間、その場のみんなが青ざめた様子で駆け出す。その後を俺も追いかけた。爆発が起こったのはすぐ隣の塔だった。幸いにも規模は小さく、見たところ怪我人も出ていない。けれど、そのすぐ近くには俺が設計を担当した試験中の機械があり、見れば爆発で上がった炎が今にも移ろうとしていた。消火器持ってこいという現場監督の怒号、そしてバタバタと走り回る作業員の足音、緊迫した空気が工場全体を包む。俺のすぐそばでおじの厳しい声が聞こえた。まずいな。下手に近づいたら爆発に巻き込まれちまうかもしれん。このまま誰かが消火しなければ二次被害が起こりうる可能性が高い。けれど、今にも引火しそうな機械に近寄ることも危険すぎて難しい。おじのその言葉通り、その場の誰もがどうしてよいか判断つきかねている様子だった。だが、それを見ていた俺は、集められていた消火器のレスから一本を持ち上げると、ためらいなく試験中の機械へと近づいて、素早くホースの先を火元に向け噴射した。勢いよくリン酸アンモニウムの粉が吹き上がり、もともと小さかった炎は、ほどなくその勢いを弱め、ついには完全に鎮火へと至った。田中さん、大丈夫ですか？俺の行動にいささかあっけに取られていたらしい課長だったが、念のため自らも消火器を携え、火元へと噴射しながら俺の無事を確認する。ええ、自分は怪我もありません。よかった。びっくりしましたよ。急に飛び込んでいかれるから。未だ落ち着かない様子の相手に、俺はすまなさそうに苦笑いしながら続けた。申し訳ない。こちらの機械は自分が設計していたので、つい。万が一にも引火して二次被害が起こらないように耐火剤を使用しているんです。まあ、その分諸々の調整は少し面倒なんですが。そうなのだ。日頃から現場の作業員は念には念を入れて作業に当たっているのだが、人為的にしろ、その他の原因にしろ、何かの弾みでこういった事故が起きる危険性は完全にはなくならない。だから、俺は機械同士での二次被害を防ぐべく、自身が担当するものについては、安心と安全をモットーに、事故や災害時の対処法等も計算しながら設計している。今回もそういう機械の仕組みを把握していたので、俺は迷いなく行動できたのだった。ただ、課長にも説明した通り、その分調整の手間がかかってしまうのは事実だ。だからその都度、自分たちと現場との間で丁寧なすり合わせを行い、試験を重ねているのである。そしてこちらの思いを作業員も分かってくれているので、通常より数倍手間のかかる仕事をそれでもオーダー通りにこなしてくれていた。あたりには焦げ臭い匂いが充満していたが、火の勢いが収まったとみて、周りの作業員が再びせわしなく動き出す。警察の実況見分等は受けたものの、結局事故は大事には至らず、工場も翌々日から再稼働できる運びとなった。そしてそれから1週間が過ぎる。俺は今一度例の下請け工場へと足を運んだ。仕事で役に立てばと、俺は危険物の取り扱いに関するいくつかの資格を持っているのだが、その資格を生かし、再度工場の安全指導、そして作業環境の見直しを行うことになったのだ。担当者と一緒に挙げられた問題点や改善案をいくつか検討し、まとめる。そして今後の流れを再確認しながら帰り支度をする俺へ挨拶をしに現れた課長が改めて頭を下げてきた。この度は本当にご迷惑をかけまして。いいえ、なんとか無事に再会できてよかったです。そう言って笑う俺に課長が安堵したような顔で何度もうなずく。それもこれもすべて田中さんがきちんと事後対応に当たってくださったおかげですよ。法的に過失がなくとも、今はすぐにあることないことが広がって叩かれる時代ですからね。いえ、自分はプロジェクトマネージャーとしてやるべき仕事をやったまでです。何より作業員の皆さんにお怪我がなくて本当によかった。ええ。それで田中さんにぜひ謝罪したいという男がおりまして、もう少しお時間よろしいですか？
ええ、構いませんが。唐突な相手の言い分に俺は思わず首をかしげる。すると決まり悪げな様子で唇をむすっと歪めたおじがその後ろからおずおずと顔を出した。おじさん。突然のことで驚いている俺におじは束の間その場で視線を泳がせていたが、やがて意を決したようにしてまっすぐに俺を見つめると不意にその頭を深く下げてくる。渡る、本当にすまんかった。今までいろいろひどいことを言ってしまって、ものを知らんかったのは俺の方だった。あ、いや、まさかあの頑固なおじが俺に謝るだなんて思ってもみなかった。とっさにどう答えていいかわからなくなってしまった俺に、おじはなお続ける。あの時のお前の素早い判断と的確な対応、見事だった。本来なら俺たちが動かなきゃいけないところを、本当にありがとう。現場を知らねえ、ど素人の怠け者だなんて言って申し訳なかった。いや、もうそれはいいよ。だって実際、おじさんたちの方が現場には何倍も詳しいんだから。苦笑いする俺に、けれど気が収まらないのか、おじはいいやと首を振った。それに、こうして工場がすぐに動いてくれんのも、お前がしっかり事後対応してくれたおかげだから。渡る、お前、すごい仕事してんだな。おじはそう言って、いかめしい顔に何とも優しい微笑みを浮かべる。俺は、どうにもいたたまれなくなってしまって、顔を赤くしてうつむいた。そして、日頃から思っていることをゆっくりと口にする。俺は、おじさんの現場主義、尊敬してるからさ。俺たちみたいなデスクワーカーはみんな、現場の人間がいないと仕事が成り立たないって思ってるし。だからさ、と顔を上げて微笑む。現場もデスクワーカーも変に区切ったり偏見を持ったりすることなく、一緒に仕事する大事な仲間として、これからも協力し合っていけたらなって。渡る。俺が照れたように差し出した手を、おじのごつい手が強く握る。これからもよろしくな。はい、こちらこそよろしくお願いします。厳しく頑固だけれど、仕事に対する誇りと情熱が刻まれたおじの手。この日、握り返されたこの手の温かさを、俺は生涯忘れないでおこうと思った。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう言って頭を下げた俺に、もぞもぞと居心地悪そうにしながら、画面の向こう側のおじも小さく頭を下げている。あの事故から2ヶ月が経った。今日は新規プロジェクトのキックオフミーティングとして、俺と、それから作業服姿のおじ、その他若い作業員2人がリモートで顔合わせをしている。会社としての付き合いはあったおじだが、プロジェクトとして直接、おじと組むのはこれが初めてで、俺は緊張とともに高揚もしていた。俺が進行役となり、今回の概要や納期などを説明していく。以上です。何かご質問は？いくらなんでもこの納期はないんじゃないですか？そうですよ。そりゃオタクらはそうやって画面の向こうで座って指示するだけでいいかもしれないけど、現場の俺らはどんなに大変か。俺の説明が終わると同時、若い作業員が画面越しに食ってかかってくる。確かに今回のプロジェクトが日程的にかなりタイトなのは事実だ。俺としてもできるだけ調整はしたのだが、今回はクライアントの要望がかなり強く、これが限界だった。ええ、お二人のご意見はもっともです。ただ、今回はクライアントの意向が。ほら、どうせそうやって俺たちの意見は聞かないんだろ。オタクらはいつもそうやって。おい、お前だって人の意見は聞いてないだろ。いきり立つ作業員の物言いに、それまで黙っていたおじがぼそりと割って入ってくる。確かに納期は厳しい。だが、あちらだって、ただ画面の前でふんぞり返ってるだけじゃねえよ。あちらにはあちらの仕事がある。じゃあ、俺たちの仕事は何だ？そう言って、おじが作業員の肩を叩いた。俺たちは俺たちの仕事をしよう。問題点や改善できることは、これから互いにすり合わせていけばいい。はい。寄り添いながら、諭すようなおじの説得が効いたのか、すみません、とこちらに向かって謝る作業員に、こちらこそ無理を言いまして、と俺は丁寧に頭を下げる。おっしゃる通りです。ご提案をどんどん聞かせてください。
それを調整するのも自分の仕事ですので。顔を上げると、おじと目が合った。新しい価値観を認め、柔軟でありながらも厳しく頼もしいその様に、俺の背筋は自然と伸びる。ぜひ一緒にプロジェクトを成功させましょう。あの日の握手の温かさを胸に、俺は今日も自分にできる仕事を精一杯務めようとそう誓った。